今日はですね、巷を賑わせてる財務省でも批判したら、お前は財務省の犬かとかって言われたりとか、ロケットで補助金もらってるじゃねえかよとか言われるんだけどさ、補助金もらってようがもらってまいが批判するものは批判するし、批判しないものは批判しないんですよ。僕は本当に毎回ぜぜひひでやってるんで、その辺は分かってほしいなっていうふうに思うんですけど、今回、なんで財務省デモが起きてるのかみたいなお話の中で、とにかく今の現状、いきなりインフレで物価が上がって大変だよねっていうところが多分、僕の考えるところで言うと、そこが多分怒りの源泉なのかなっていうふうに思います。米の値段が上がるとか、キャベツの値段が上がるとか、パンの値段が上がるとかね。だから普通のインフレが起きてるんですよ。多分インフレって多くの人たちは教科書でしか見たことないと思うんですけど、僕は子供の頃インフレが起きたんで、インフレの中で普通に生きてたから、なんとなくその感覚がわかるんですよね。小学校1年生の時に30円で買えたアイスクリームが6年生の時に100円になってたみたいな時代だったんで、どんどん物価が上がっていってたんですよ。で、その時は、バブル景気って言って、社会全体が、高度経済成長の最後の終わりの一花みたいな感じで伸びてきていたのもあるし、その後、大蔵省ですね。大蔵省が解体されて財務省と金融庁。最初は金融監督庁ですけど、市場とかそういったものの監督機能っていうのを大蔵省から引き剥がさなきゃいけないっていうところで省庁再編の時にそれが行われたわけですけれども、不動産の総量規制っていうのが導入されて、急激な金融引き締めっていうのが行われたんですね。もうインフレもすごかったし、市中にめちゃくちゃマネーが供給されて、ブクブクといろんな事件も起きましたし、その後ね、バブルが弾けた後、銀行がね、日本長期信用銀行、今の SBI 新生銀行ですかだったりとか、日債銀、今の青空銀行ですかね、が潰れたり、山一証券が破綻したりとか、そういったことがその後の破綻処理というか、僕がちょうど会社作った頃ですかね。最初の会社作ったの1996年で、山一証券破綻したの多分1998年とかなんですよね。だから、何が言いたいかっていうと、バブルの時、僕が小学生だった頃っていうのは、どんどんその景気が良くなって、お金も無尽蔵に、金貸してくれ不動産買うからって言ったら、はいはい、オッケーみたいな感じで、もうすごい感じで融資が降りてたんですよね。バカでも融資されたっていうんですかね。不動産買うって言えば、どんなやつにでも融資が降りてたような時代なんで、だから、みんな調子に乗って投資をして、お金がだから結構ジャブジャブに誰にでも降りてきてたんですよね。稼ぐ力が弱かろうが、なんだろうが、もうとにかく貸せと。で、金利も高かったんで、5% とか取れるんで、年利で。もうだから普通にノンバンクとかだとほんと 10% 近いんじゃないですかね。もっと取ってたかもしれないな。すごい金利を取れたんで、貸す側も楽なんですよね。で、銀行も金利もともと高いし、そっから金借りてまた金貸してるノンバンクとかも高いし、消費者金融の金利も高いしみたいな時代だったんで、貸す側もバカでもいいから、金利さえ払ってくれればバカでもいいんで貸せみたいな感じで、みんなわーって貸すじゃないですか。あの頃って多分六本木とかでタクシー捕まえるのに1万円札ビラビラみたいな感じの時代だったんで、庶民にも金が降りてきたんですよね。だけど、稼ぐ力が弱いから、貸したり投資をしたりしたリターンが全然返ってこないわけですよ。だからどうしてもやっぱ破綻しちゃう。最終的には。で、やばいっていうんで、大蔵省がもう、金融引き締めだって言って、バって止めちゃったもんだから、今度は血液が全然回んなくなっちゃって、バブルが弾けるってことになるわけですけれども、今、久しぶりに日本国民はこの事態にインフレに直面して自分の給料上がんないのに物価だけは上がっていくっていう生活必需品とか食べ物とかの物価が上がってくるんで消費税下げろとかってなるわけですよ。それは気持ちはわかるよ。だから。ヒカルくんが言う、堀江さんは庶民の気持ち分かってないんじゃないですかとかって言うんだけど、分かってるよ、そんなの。分かってるけどさ、ここでじゃあ、それに寄り添ったらどうなりますかってことをちゃんと考えて言ってるわけです。今みんな減税とか、消費税下げろとか、でも消費税はもうなかなか下げられないから、ガソリンの暫定税率を廃止しろとかね。維新も、立憲民主党も国民民主党もガソリンの暫定税率下げろみたいな、ガソリン税下げろってなってるわけですけど、いいですか？減税したらどうなるか。需要が上がるわけですよ。これまでガソリン代リッター200円かたっけえなっつって、
外出を自粛してた人たちが安くなったらまた使うわけですよ。で、需要が増えるわけです。買いたいっていう人が増えたら、物の値段って下がりますか上がりますか？上がるよね。絶対上がるんですよ。いいですか？で、今、インフレでしょ？インフレってのは物価が上がってる状況なんですよ。だから、物価が上がってる時にさらに物価を上げるようなことをやろうとしてるわけですよ。だから需要が、本当は引き締めなきゃいけないのに、需要を増やそうとしてるわけですよ。そしたらますますインフレ進みますよね。っていうことなんですよね。で、そんなのだから財務省ももちろん分かってんだけど、だからみんなが思ってる今の生活苦しいから手取りも少なくなって苦しいから物価下げろ、税金安くしろみたいなことを言ってるわけですよね。だけど税金を安くしたら物価上がるっていう。だからインフレって多分みんな経験したことないと思う。小学校1年生の時30円だったアイスクリームが100円になるんですよ、6年間で。もう3倍以上じゃないですか。インフレって怖いんですよ。インフレコントロールできなくなったら3倍、10倍とかにドドドドドンって上がっていくんですよ。怖いんですよ。で、コントロールが難しいんですよ。だから、いいんですかそんなんでっていう。みんなの、朝知恵じゃないけどさ、別にいいのよ。減税って基本的に誰が一番得するか分かってます？富裕層ですよ。大体ね。ガソリンはそうでもないのかもしれないけど、でも基本的に減税して一番得するのは富裕層です。物価が多少上がろうが、富裕層関係ないです。特に生活必需品とか、なんでもいいんですけど、食べ物とかの、だって別にエンゲル係数めちゃくちゃ低いから、そんなの別にどうだっていいよって話になるわけですけど、これ、ハイパーインフレになったら一番困るの庶民ですよ。稼ぐ力があんまりない方が一番エンゲル係数だって高いし、生活必需品が自分の収入に占める割合高いから、そのインフレが多分直撃するんですよね。でも今だからそういう付け焼き場の減税みたいなやっちゃうと多分そうなると思うんですよね。インフレ傾向がより進む。でも税率 10%、20% とか関係ねえぐらい、だって物価 1.2 倍になったら消費税 20% になるのと一緒じゃん。20% 上がるのと。そんなのインフレ簡単に上がるよっていう話を僕はしてます。だから何をしなきゃいけないかっていうと、絶対的な収入を増やしていかなきゃいけない。だから賃上げしていかなきゃいけない。でも賃上げってどうやったら起こるかっていうと、需給のバランスが悪くなって人が足りなくなると賃上げって起こるわけですよね。実際賃上げって起きてるし、今皆さん仕事選ばなかったらすっげえ稼げると思いますよ。例えば白馬村ってところに行って、冬だけタクシードライバー行ったらね、月収100万とか稼げたりとかしますよ。ちょっと外れの家賃安い白馬村から車で30分とかのところに家借りて、そこからタクシードライバーやれば全然稼げますよ。今、一応規制緩和されたから、シェアカーみたいなドライバー、俺この間初めて乗ったんだけど、いましたから。それで、そういうのもできるんで、やればいいんですよ。二種免許持ってなくても今ドライバーできるんだよね、確かね。そういうような規制緩和とかも行われてるんで、稼ぐと、あと建設業の現場とかも全然人足りなくて、めっちゃ給料稼げるんですよ。だから俺は普通に給料が高いところで稼ぐのが一番いいと思う。で、僕はあと政策でこれをどういう風にするのかっていうと、とにかく外国人とか、インバウンドとか、伸ばせる産業、科学技術とかに投資をして、将来的に稼ぐ産業、法人税とかね、住民税とか取れるようになる事業にもちろん投資をするってのはありなんだけど、これやっぱ何年かかかるので、最低でも。なので、今すぐ皆さんの生活が豊かになるような政策をしていかなければいけないと思っていて、例えばインバウンドの強化だったりとか、あとは逆にAI とかの DX 化により、人件費の逆に削減ですよね。それは中小企業とかに多分すごく役に立つんだけど、これはちゃんとリースキリングの補助金っていうのを出してるんですよ。だからね、割と政府はやることやってる部分もある。ダメなところもあるんだけれども、でもとにかく今やるべきことは財務省でデモすることではないことだけは確か。別に俺は財務省の犬だから言ってるわけじゃない。金ももらってない。もらってないとは財務省からね。広報予算とかもらってるわけじゃないっすよって話です。ということで、日本の経済状況、そういったものについて解説させていただきました。いってらっしゃい！